はい、どうもフランスガイドの中村です。今私の後ろに見えているのはですね、なんかいい感じの公園が見えてるでしょ。実はね、今私たちがいるのはかつてピカルディ地方と呼ばれていて、現在はオードフォンスという地域圏なんですけども、そこのアミアンにいます。このね、アミアンの大聖堂の裏手にあるパック・ジャルダン・ドゥ・エベシェ、これ司教さんのお庭っていうところにいるんですね。現在ここは公園になっているので、皆さんとねこの公園を通りながら大聖堂の北側にある職人たちの界隈、これねサンルー地域界隈なんて言われているんですけど、そこを皆さんと一緒に散歩したいと思います。ということでね、今回の案内役で、実はね今回案内というよりは本当に皆さんと一緒に散歩をするっていう感じなんですけども、今回もね一緒にこの撮影担当しているのがイメージクリエイターのこうです。ということで、この2人で一緒に散歩したいと思うんですけど、こうさん今回はそのサンルー地区でなんかやってんですよね。そう聞いたところによると、ストリートアートのフェスティバルが行われているということで、なんかそのサンルー地区でいろんなストリートアートがやってるそうなんで、あんまり僕もこうさんも実は調べてない、どんなものがあるか調べてないんだけど、皆さんと一緒にそれを発見しながら、皆さんと一緒にどんなものなのかぶっつけで考えてみようっていうことなんで、みんなもそのね、一緒に楽しみながら散歩をして、一緒に私たち一緒に発見していくって感じで行きましょう。行きましょう。ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは皆さんお庭さあ行きましょう。ということでね、ここはアミアンというところの、アミアンでは大聖堂が有名なんですが、これね世界です。世界じゃなくてフランスで最大って言われてるんだよね。最も高いのはボーベっていうところにあって、中のボリューム体積が最大なのがこの大聖堂のアミアンと言われています。でこのね大聖堂のアミアン大聖堂の司教さんがいた邸宅というのがね、この目の前に見えてるこの大きなお屋敷なんですよ。現在ここはねビジネススクールになってます。でここに司教さんが住んでいて、司教さんはこの大聖堂の真裏に住んでるわけだよね。だから皆さん見てください。ほらこれ、ね、これが大聖堂ですね。そうこれねちょうど東側です。東側っていうのはだからその反対側だよね。正面入り口が西側になっていて、で正面入り口からずっと奥に入っていくと祭壇があるんだけども、その祭壇があるのが東側だよね。だからその祭壇のさらに奥、そのデアンビュラトワーってねフランス語で言うんだけど、祭壇を後ろ側をぐるっと囲んでいるところが今目の前に見えてるという感じですね。日差しが今日は強いですね。今日ね暑いんですよね。30度超えてるんです。33度ってさっき出てたんだけど、じゃあこっちがね抜けていきましょう。行きましょう。気持ちいいですね。だこれからね夕方に なってって少し、涼しくなっていくんじゃないかなと思いますね。ですから今ねちょうどこの私たちは太陽が眩しくて、これ映んの？映ってる。これね、こっち側にちょっとせり出てるの教会はトランセプトといって、こういう大聖堂とかね大きな教会っていうのは上から見ると十字架の形をしています。でその頭の部分が東側なんだけど、ちょうどね見えてるかな、この今木に隠れちゃってるけどさ、このだから右手の部分に当たるのがトランセプト、北のトランセプトといってですね、ちょうどそれが今見えるところですね。見えてるかな？バッチリ見えてますよ。バッチリ見えてる。はい、ということでね、こんなね、かつて司教さんのお庭だったところを今私たちは通ってるというところです。そしてこのねかつて、この大聖堂が建てられたのが1220年から建築が始まって、だいたい60年ほどかな、で建築が終わってるんだけども、その時の北限、が実はこのお庭の端っこなんですよね。はい、ということでここがその当時13世紀当時の町の端っこで、ここに城壁がありました。この城壁の外がどうなってるかというとこうなってるんですよ。すごいでしょいきなりはい、これはですね綺麗な川があるでしょ。これね運河じゃなくて川なんですって。アミアンにはねソンヌ川ってどっちだっけ？ソンムです。ソンム、これ間違えちゃうんだよな何度言っても治らない。ソンム川っていうのが流れていて、でこれすごい川幅狭いじゃないですか。
これねアミアンの街中に流れてくるところで20本ぐらいの支流に分かれるんですって。だからねこんぐらい細い、支流になってしまうんだけども、これはねソンム川の1個の支流ですね。そしてここが今城壁だったところです。だから向こう側にもずらっと壁がね並んでるんだけども、ここがかつての北の外れになっております。大聖堂のすぐ北、こういうふうに城壁があって、その川がいっぱい流れてる地域に行くと。で川が流れてる地域からこれ向こう側なんだけどね、これなんか今だったら可愛らしい家がずらっと並んでいるんだけども、かつてはここは非常に貧しい職人たちが住む界隈だったんですよね。足元気をつけてくださいね。また階段あります。はい、危険だ。でこれね階段ちょっとくるっと向こう向いてくれる。そうするとさ、今あれアフリカレストランになってる、セネガルレストランになってるんだけども、その上にねあれ木彫りの人形がいるんですよ。いますね。いるでしょう。あれ何か知ってる？あれは知ってますよ。マリオネットじゃないですか。マリオネット、そう。アミアンではねこういうふうに木彫りの人形を上から吊って動かすというね、そういう伝統があってですね、なんだっけ、カボッシュだっけ、カボタン、カボタンだカボタンっていうね人形劇がアミアンではその伝統芸能の一つとして残っています。そしてこのカボタンっていう人形劇の、主人公ですね、先ほどのしましまの靴下を履いていた主人公、彼はラフルールといってですね、このかつてピカール地方と言われていたところなんですけども、そのピカール地方で話されていたピカールっていう言葉を話す主人公として知られています。はい、ここがですね、ダム広場と言いまして、違うわ、ドン広場だ。ドン広場ですね。書いてありますね。これドン広場って書いてあるんだけども、ここがねバーがずらっと並んでいるところで、今はねその平日の昼ということであんまりにぎわってないんだけども、でさらに私たちね7月の今中旬なんだけども、今ちょうどね夏休みに入ってしまってるんですよ。実はアミアンというところはたくさんの大学がある学生都市でありまして、学生がねたくさん、本来だったらこういったところで、飲んだりね、してるんだけども、だから6月とか行った時はねすごい人がすごい混んでました。今何時だっけ？今ちょうど6時だからさ、本当だったらいわゆるアペローの時間って言って、ちょっとその夕ご飯を食べる前に一杯飲もうよみたいな時間なんで、本来であればここものすごい人が集まるはずなんだけど、今ちょっとね夏休み時期ということで学生たちみんな地元に帰ってしまっている、そんな感じで、それでもね何人かの人たちはお酒を飲んでいましたけどもそこまでね、大人数が賑わってるっていうわけではありませんでしたね。過ごしやすいって感じでいいですよね。とってもいい感じのところなんですよ。ということでね、先ほど支流がいっぱいあるよっていう話をしたんだけども、はい、ここにね大きな川が見えてきました。これが何川だっけ？ソンム川です。ソンム川なんだよね。はい、で見てください、向こう側、これ向こう側から流れてきてるんだけど、そうだよね、で向こう側にね見えている橋、3つのアーチがあるんだけど、あれがねアミアンの市の中で一番古い橋なんですって。あれ待って、逆な気がする。何が逆？あっちから流れてる。違う、上流があっち。上流があったよね、だから向こうから私たちに流れてる。そうだよね、で確か16世紀の橋だったような気がするな。でこの左側がねずらーっとこれレストラン街になっておりまして、今ではね、非常に、フォトジェニックな場所だから、こんなところをね北のショーベニス。ショーベニス出ました。はい、北のショーベニス。なんかね、フランスではね、運河があると誰でもショーベニスって言ってしまうっていうね、そういうような感じなんだけども、けどここはなんだっけな、ルイ11世かなんかがルイ11世っていうのはフランスの王様なんだけども、その人が訪ねてきた時に、ここは小さなベニスだなと本当に王様が言ったらしいから、私たちは
申請証明に小ベニスだというふうに言ってますね、アミアンの人たちはね。あ、ここからサンル界隈になるんじゃないですか。はい、そうですね。ここからサンル界隈に入っていきます。ですからこの辺はちっちゃな家がその隣同士にぎっしりと建っているっていう界隈なんですよね。ですからすごい建物可愛いですよ。木組みの家とかでしょ、あれはね、この界隈の中でも最も古い家の一つで、確かね15世紀とか16世紀に作られた家っていうふうに言われていますよ。楽しみですね。ルド・ドゥ・ダンヌルド・ダンヌ、ロバの背中っていう名前のお店なんだけどボンジュール、結構美味しいって言ってましたよね。あ、ここ美味しいんだ。ルド・ドゥ・ダンヌって意味わかる？ロバの背中じゃないの？ロバの背中ってさ、なんかこうやってとんがって山形になってるじゃない？で基本的に中世の橋ってそのアーチ型に作るから橋のてっぺんがこういうふうにとんがってたんですよね。だからとんがって山形になってる橋をド・ドゥ・ダンヌって言います。だから橋の近くにあるから、その名前がついてるんじゃないかなと思うんですよね。はい、ということで早速なんか見えてきましたよ。見えてきましたよ。ボンジュール。あ、これはビートルズじゃないですか？ビートルズ？サブマリン？イエローサブマリン。イエローサブマリン、黄色じゃないけど。ということで、なんだろうね、これはなんか木かなんかをここにペタって貼り付けて、そしてこれ木だね、木を貼って、そしてこの潜水艦かな、潜水艦じゃないね、なんていうのこれ、飛行船。潜水艦じゃない？潜ってない。そう。本当だ。飛行船にしてるんだね。なんか気球がついてますね。でこれはね、誰かのなんていうの、ここのアミアンで活躍した小説家、その世界観を表現しているんですけども。そうだよね。きっとそうですね。誰ですか？ジュール・ベルヌじゃないですか。そう、ジュール・ベルヌがね、晩年このアミアンというところで過ごしてるんです。彼はね、ラントっていうところで生まれてるんだけども、その後このアミアンにやってきてね、ここの市議会員も務めているんですよね。はい。で、そんなね世界観、80日間世界一周だっけ？そう、80日間世界一周。いや、僕これ好きですよ。可愛いよね。可愛い。で、反対側にもね、なんと作品があります。なんかこれまたカラフルな。これまたカラフルな、ちょっとね、目の前に車通りますから気をつけてください。こっち入るのかもしれないね。はい。なんかこれもなかなかなんか日に当たってさ、ちょっと色が抜けてしまってる感じがするんですけども、やっぱりあれを見るとさ太陽がいかにこういう色がついた布とかそういうの色を奪ってしまうかっていうのがよくわかるよね。そうですね。はい、それで今日は日差しがすごいですね。これはですね、今ね、私はね、このアミアンのサイトがストリートアートのそれぞれのね、町が注文して、このアーティストたちに頼んで作ってるんですが、そのいくつかの作品の、解説を、サイト上でねやっているので、ちょっと先ほどの布どんな意味なのか見てみましょうか。これはね、セリーヌさんという人、セリーヌ・ルクっていう人が作っていて、彼女はね、エコレスポンサーブルだから、その持続可能性、持続可能プロジェクト、エコロジックなエコロジストみたいな、そんなものをテーマに作っている人でもあって。中村さん、はいはい、ここに謎の物体があるんですが忘れてたねこれ何かっていうとね、あそこのあれパネルになんか用法が書かれてるんじゃないですか。ウリホトとはウリネっていうのがね、おしっこをするっていう意味なんですけど、ウリノワーっていうので小便器なんですけど、ウリトロトワーで、トロトワーっていうのが歩道って意味なんですけどね、このウリノワーとトロトワーっていうのをかけて、なるほど、歩道小便器、タチション場ですね。
これ賢いですよね、うん、だからこういうところでさ、なんか道端でなんかそのお酒飲んでちょっと催してしまって、その辺でジャーってされるんだったらこういうところにしてねと。でもね、僕アミヤンいろいろ回ったけどここにしかなかったような気がするんだけど結構ピンポイントだと、ね、しかもあれ女性はできないじゃないか。けどさ、女性用のあったね、サンマルタン運河のところに女性用のあんな感じのものがありましたね。で先ほどのストリートアートなんだけども、なんでその布を使っていたかというとですね、この辺の職人の界隈という話をしたんですが、ここの職人たちの大きな仕事産業の一つが繊維業だったんですね。なるほど。羊の毛を使って布を作って、そしてそれを染色するっていうような人たちがたくさんいたので、ああいうね布を使っていたということなんですね。アミヤンブルーじゃないですか。これアミヤンブルーアミヤンブルーよく知ってますね。はい、かつてはね何世紀ぐらいかな、12世紀13世紀頃からですね、アミヤンブルーといってアミヤンの青というのは非常に有名になるんですね。当時ですね、この今だったらブルーのことをアンディゴなんて言いますけども、そのアンディゴがうまくこの西洋まで入ってこなくてですね、このアミヤンで取れる、ピカール語でいうとウェッドっていうね、そういう植物を使って繊維を青く染めることができました。そのウェッドっていうのを使って、このアミヤンというところは非常に栄えていくことになるんですね。ウェッドの花自体は黄色いんですよね。ウェッドの花自体はね黄色くてなんか菜の花みたいな植物なんですが、それの葉っぱと茎を粉砕して、そして乾燥させて発酵させると青く染められるような顔料になるんですよね。はい、またね右側に見えてきました。なんかピクセルアートのようなここにね名前が書いてあるんですね。ティボ・ルチューバ。これはテトリスですかね。やっぱこれもほらやっぱりアミヤン少し歩いて分かったかもしれませんが、ここはレンガが基調になっている町でもあるんですよね。だからそういうレンガを基調にしてストリートアート的にカラフルにしてるっていう感じがしますね。なるほど。ちょっとブルゴーニュ地方なんかを思い出させるカラフルさですね。七宝焼きでね。そう、屋根、ボーヌとかの屋根がこんな感じに。中村さん、安直見てるんですか？調べてます。どんなものなのかっていうのね、答え合わせ。この人はやっぱりアミヤンではやっぱこのレンガっていうものがたくさん使われていて、ただそのレンガのモチーフっていうのは街を歩ってるとたくさん見つけることができる。そんなモチーフをいろんな街から見つけてきて、そしてそれを自分なりにアレンジしてああいう作品を作ったと。やっぱレンガが印象的な街ですよね、アミヤン。やっぱねレンガがすごく多いんですよね。だから目の前にもねまたレンガが見えてきました。またほら川が見えてきたけどさ、これもまた支流の一つなんだよね。これは多分フェスティバル関係なくあるストリートアートじゃないんですかね。いやこれもねフェスティバルの中に入ってたストリートアートですよ。でも結構前からありましたね。そうですね、僕たちがね下見をしに来た時にやっぱすごく目立った一つですよね。これはオスティオナージュの船を模してるんじゃないのかな。そうなんですよ。これその両側がさ、まずこれ船になってて、でこのすぐ水が近くにある壁に描くことによってさ、まさしくそれが船のように水を漂ってるような感じになってるんだよね。確かに。でこの両端がさなんかこうやってせり上がってるじゃない。でこれを2つの角がある船っていう風に、バトー・ア・ドゥ・コーヌって確か言うんだけど、この長細い両端がせり上がった船を使って野菜を売ってるんだよね、この人たちは。だから今このストリートアートではなんか化け物みたいなさ、なんか植物のお化けみたいなのがいっぱい船の上に乗ってるけど、本来であればここにトマトとかキュウリとか
あとナスとかズッキーニとかそういうオスティオナージュって言って湿地帯で育てた野菜、それを船にいっぱい乗せて農家の人たちが売りに来る、それが実はここのアミアンの伝統なんだよね。今でもなんか野菜売りに来るって言ってましたよね。そう、なんか毎週土曜日に今私たちが撮った橋のところ、あそこにマルシェが出て、でそれはそのなんだっけ、オスティオナージュってなんて訳したっけ、こうさん。湿地帯、湿地帯、うん、湿地帯で育てた野菜、それを売りに来るっていうこと。水上菜園、水上菜園、それだ、水上菜園で育てた野菜を売りに来るらしいです。で普通の畑と比べてさ、湿地帯で育てる野菜っていうのはものすごくうまく育つらしいね。というのはエジプトと一緒らしいんだけどさ、エジプトってナイルのなんとかって言われてるじゃん、知ってる？ナイルの賜物。そう、ナイルの賜物って言われていて、なんでかっていうと毎年決まって、古代の話ね、毎年決まった時期にナイル川が増水して、でナイル川が運んできた肥沃な土地がその場所一帯にまき散らされるかららしいんですよね。で川が流れてきた時にいろんな場所の、栄養のある土なんかを水がそのまま運んでくるので、川が運んできた土は非常に肥沃であるっていうふうに言われている。だからまさにそういう川がね、湿地帯を作っているので、その湿地帯は本当に肥沃な土が広がっているところなんですよね。なるほど。何か見えてきましたよ。また左側に大きな鳥が見えます。大きな鳥が、はい、大きな鳥が見えて可愛いですね。可愛いですね。色がカラスかな？カラスじゃない？なんだろうね。なんかの鳥ですけど、これ一個一個探すの大変だな。いや、見つからなかったら後でテロップ入れるんで。後でテロップ入れる？サクサクといっちゃいましょうか。ここにもなんかあるね。ここにもまた別の作品があります。これなんだろう、なんか運命の輪みたいな。カラフルだよね。ドーナツが2つ絡まってるような。メビウスの輪？違ったっけ？メビウスの輪。すごい天気だね。なんかこの天気とレンガの街並みがね、すごいかっこいい感じでいいですよね。石畳でね。すごいなんか見どころがある界隈ですよね。あ、車来ましたね。で面白いね、ほら上とかさ、あとこの下もそうなんだけどさ、いくつかの窓をこうやって埋めちゃってるんだね。ゴディサート通りというところを歩いていました。さあどんどん行ってみましょうか。はい。ということでね、今度は多分これ運河だと思うんだけど、その支流もあればやっぱり運河もあるみたいなんですよね。で水の町って感じですね。そう、いろんなところにねこういう水場が出てきて、やっぱりその小ベニスてかベニスってさ、僕1回だけ行ったことあって、いつだろう、大学1年日本の大学1年の時だから多分18とか19なんですよね。だから20年前、22年前ぐらい。なるほどね。僕はね、あんまりね覚えてない。結構行ったことあるんですよ。こんな感じで、ちょっとこっち初めてここ来て小ベニスって言われて見て、ちょっとはてなっていう感じはベニスこんなんじゃねえよって。ですが、それとはねやっぱちょっと違った魅力はありますよね。
このサンル地区っていうのは実はまだ開発途中というかうんうん発展途上中なんですよね。また書いてあります。気をつけてください。足元気をつけて進んできてくださいね。なんかこういう太鼓橋みたいなものもちょっとベネチアを思わせる感じもありますけど、そうですね。本当ベネツィアですね。はい。はい、でここでまた出てきましたよ。先ほどのね、マリオネットでございます。ラフレーエロ・ド・サンルet de、カボトン・ダミアンマリオネット・ピカルドと書いてあります。はい、でラフラーさん。フランス革命の時代からあるって言ったっけな。だから18世紀の後半からこういうマリオネットの劇場なんかがたくさんアミアンででき始めて、でやっぱ当時は映画とかないですから、こういうマリオネットっていうのが一つの娯楽だったみたいですね。花から名前が取られてるのかな。ラフラーから。どういうこと？ラフラー、ラフラうん、ーから取られてるのかな。花ってこと？うん。そうかもね。もうどうでもいいっていう。いやわかんないんだもん。逮捕はしないでくださいよ。わかんないんだもん。本当傷つくわ。きっとそうだよ。テロップに違いますとかって。なんかここ日本のアニメっぽいストリートアートありますね。なんか基本的にカラフルなのが多いですね。うん、先ほどのさ、なんかガスボンベを帽子にしてるような、やつはアミアンのサイトを見ると、今年はこのストリートアートフェスティバルではこんなアーティストに頼みましたっていう一応リストが出てきて、でこの地図にこの人の作品はここにありますみたいにしていろいろとアミアンの詩がまとめてるんだけども、先ほどの先はないんだよね。だからあれはアミアンの詩が頼んでアーティストに書いてもらった作品ではなく、もう本当にね、アーティストがまあ自主的に書いたもの。いや多分僕ね、前年度とかその前に書かれたものが残ってるだけだと、それはありえるね。ちょっとね、睨んでるんですが、それはありえるかもしれないね、可能性としては。だってクオリティが結構高いので、確かに確かに。でもやっぱこの家のカラーがまたちょっと可愛いですよね。ここら辺なんかすごいさ、パステルカラーになってるよね。いろんな色でね。だからやっぱこの全体的にカラフルな街なのかもしれないですね。そうですね。それがもう一度さ、この町おこしっていうか、観光地化、するためになんかテーマがあるのかもしれない。街のテーマでここカラフルにしようとか、そういうふうにして決めたのかもしれませんよね。でもなんかカラーのルールはあるって確か言ってたような気がする。言ってたっけ？だからさ、まだ開発途中というか、まだ完全に整備は終わってなくて、私たちが歩ってきた手前のところっていうのはすごい綺麗に観光地化されてるんだけど、やっぱこういうところも残ってて、これからもっとサンルー地区の奥深くね、行きましょうか。それでは結構皆さんオニバー、このサンルー地区のね、なんていうの、マニアックな部分、に入っていくけど、やっぱほらこの辺とかさ、すごい観光地って感じじゃないじゃない。いや最高ですね。なんか地元の人とかはね、やっぱこういうとこって馴染みがあるかもしれないけど。はい、ここにも運河があります。ここにも結構いろいろありますよね。ありますね。でもなんか上から描かれちゃってる感じだから、今回の作品ではなさそうな感じですね。猫ちゃんね。なんかほらここにもまた運河というか、これも運河なんだろうな、川というか、なんか常に水が
そう水の町血管のように毛細血管のように走ってるっていう感じですけど、ね。逆に湿地帯なんかもあってね、すごい本当水が多い。湿地帯は先ほどのボートのところで話せばよかったけど、ボートのほらストリートアートがあった、あのボートの見えてたさらに奥側が、サンピエール公園といって大きな公園になっていて、さらにその先が湿地帯が広がっている、水上菜園がある巨大な、ね、場所になってるんですよね。だからそういったなんか自然に囲まれたる町ですよね、アミアンは。だからアミアンはなんかこういう今私たちが歩ってるのはかつての職人の町で、現在はカラフルな学生の町に変貌しつつあって、そして学生の町でもあるんですよね。というのはこの左手、大きな建物が見えてきて、これまたなんかお堀みたいにさなっててすごい面白いんだけど、なんかこれが学生の町お城みたいな感じのゆえんである大学になってんですよね。中村さん多分行き過ぎると僕の声が届いてないかもしれない今日あれ忘れちゃいましたね、インカムというかイヤホンを、はい、はい、でもすごいカラフルで見てるだけでも楽しい街並み、いい感じですよね。いやあれなんかあそこら辺の建物ってなんかルールがあったんじゃなかったでしたっけ？はい、アミアンの基本的な建物っていうのはすごく間口が狭くて奥に長細いっていうのが言われて、例えばこの97番のところ、これがねアミアンの典型的なこのサンルー地区における住居なんだけど、まず1階部分は扉が1個、97って書いてある扉が1個で、その隣に1階部分に窓が1つで、2階を見ると今度は窓が1個、こういうふうになってるのが基本的な家の作りで、例えばその95、その隣の家を見ても同じ作りになってるよね。この典型的なそう入り口が1個で、で窓が1個で、2階を見ると窓が1個っていうふうに、なっていると。でさ、もうちょっと先に行くと、大体同じ作りになってるんだけど、もうちょっと先に行くと、例えばね、どうしよっか、ここがいいかな、85番はさ、これも大体同じなんだけど、ちょっと窓の大きさが大きくて、で2階部分、右側の窓がこうやって閉じられてるじゃないですか。本当だ。さっきもまた窓ここ閉じられてますねなんて話をしたんだけども、フランスのねある時代では、どっち行くんだっけ？こっち？フランスのある時代では、これちょうど確かナポレオンが制定したと思うんだけども、家の税金はドアの数、出入り口の数と窓の数でその家の税金を決めるっていうような決まりができて、そのために税金を払いたくない、あるいは税金を払えないために窓を潰すっていうことがその時代によく行われるんですよね。だから先ほどもいっぱい窓があった中で結構閉じられてる窓があったりしたんだけども、それは一つの税金対策ということができる。子ガモがいるじゃんかわいい食べてますね、水草をすげえいっぱい子ガモがいるすごいだからその先ほどの家の作り見ていただいた通り、すごくね窓口がちっちゃくて開閉部もすごい少ないっていうのが典型的なアミアンの作りなんだけども、ちょっとねまた別のところで見えてくるかもしれないんだけども、実はこのずっと長く実は長細く続いていて、その後ろには結構ねちゃんとした中庭があったりするんだよね。
それぞれがだから庭園を持っているからね、まあ、なかなかね住み心地は、例えばパリなんかに住んでると全然いいじゃないかっていう感じもね。したりはするんだよね。すごい。で今度はですねこの左の地区なんだけども、やっぱまたこういうレンガ造りの、ね、建物なんかがあってけど、今度は上の窓の部分ガラス割れてるじゃないですか。廃墟って感じですね。そうそうでここはねかつて工場だったんだけど現在はそのまま廃墟になっているところですね。中入ってみたいですね。ねえなんかこういうさ廃墟専門に撮る廃墟カメラマンみたいなのもいるんですよね。そうそうそう。僕撮ったことありますよ。あ、本当。廃墟カメラ。日本でですけど。あ、ここにもノーをうん、ちょっと2022。タイとかの獅子舞っぽい感じですね。あ、本当だね。ドルマークがついてます。ああ。ピースマークもついてる。本当だ。ワンちゃん。ワンちゃん。飼い主が笑ってますけど。飼い主が笑ってます。はい。ここもカラフルで可愛いですね。可愛いですね。しかも結構なんかどぎつい色じゃなくていいんですよね。やっぱこの辺さ、市がなんか決めて色を、って言ってたコントロールしてるような気がします。じゃないとこんなにバランスよく揃わないよね。色味揃わないよね。お、なんか左にでここにもさなんか大きいものがあるんだけど、例えばここってこの左の部分って建物があってその下水が流れてるじゃないですか。分かんないんだけど多分ここの下に水車とかあったんじゃないかなと思うんですよね。ありそうだね。でその水車を回しながらその工場の動力としてたんではないか。煙突もありますね。工場だ。どうだろうね。やっぱこの近代的な工場ではもう水車使ってなかったかもしれないけどね。だけど前は使ってたとかそういう感じなのかな。中世の時代はここのサンルー地区では約20の水車が動いていたっていうふうに言われていて、その水車は、水車もそうなんだけど水も全て大聖堂の所有物だったらしいですね。まだ水車残ってたりするんですか？水車はね1個だけ残ってるんですよ。なんかザーって聞こえません？ザーって聞こえない？聞こえるでしょ。このねザーっと聞こえるところは実は水車を回すためのそのちょっと水門みたいな作りになっている場所で、今からそこに皆さんをご案内しましょう。ちなみにねここの工場なんですが、この上を見てもらうと読める？読める。読んでみて。ちょっと待って。ファブリック・ドゥ・ビネグル・ジーブルー最後読めないね。文字が欠けていて、これだから巣の工場ってことだよね。巣の工場。一番上見ると1901年と書いてあります。1901年といえばパリ万博から1年目ですね。20世紀の幕開けですね。パリ万博1900年ってやりましたけどね。そんな時代ですよ。だからちょうどオルセー美術館かつてのオルセー駅が、あそこへ駅が開通して、そしてグランパレープチパレが作られてちょうど万博をやってるような時にできた工場ってことですね。結構な年季入ってますね。はい、そういうのがまだ残っていて、ここの建物もちょっとすごいんですけど、でなんかバラックって感じだよね。ベニヤ板とかなんかトタンとかそういったもので補強されてますが、で多分これ壊してないのは、実はこの建物に水車が付属してんですよ。なるほど。だからこれもしかしたらだから国とかヨーロッパの財団が、お金出して修復するのかもしれないですね。そうかも。だからああいう状態で壊れないように世界遺産になっちゃうかもしれない。してるのかもしれない。あとさほらここ
ここもう外壁剥がれちゃってるんですけど、これ昔の壁ってこうやって作ってるってことはよくわかりますよね。だから、これ粘土。そうなんかね、粘土質のものと、あとほらなんか干し草みたいなのが混ぜてあるじゃない、こういうものでつなぎにしてるんだよね。なるほど。でさらにその上にちょっとこういうなんていうの、セメント的なもの、これ多分石灰とか小石とか混ぜてるものなんだけど、それ塗って、で最後になんか多分漆喰みたいなものを塗ってるんだと思いますよ。なるほど。で皆さんこちらはい来ましたよ。こっからすごいもん見せちゃうよ。ここにあるんだけどさ、はい、ここです。見えるかな。うわすごい。だからすごいここで、ここ回ってないんだけど、やっぱりここ修復して多分回そうみたいな。この下の方にある、見えますかね。大きいよね。でさ、これよく見るとほらカナルサンマルタン運河の水門みたいにさ、向こうの水位高いじゃないですか。で手前の水位って低くなってるでしょ。なってる。でこの水位を作ることによって水を落とすんだよね。なるほど。でこの水を落とした時にこの車を回すわけじゃないと、水車ってうまく回んないみたいなんですよ。へえ、その勢いを使って回すってことか。そうだからさ、川って流れてるじゃない、川流れてるから、その流れに従ってそのまま水車って回るんだけど、それだと力が弱いみたいで、なるほど。だから一回せき止めて、でそのせき止めると水位が上がるから、その上がったところから下にドンと落とす、でその落とした水の力で回すみたいなんですよ。あ、そういえば左にもあるね。あ、本当だ。見づらいけど、でこういう川だとかにその人工のその水門的なものを作って、それで水車を回すような仕組みを作るのは許可がないとできないらしい。なるほど。もちろん教会とかので、川とか水とか、そういうこの土木工事をする権利とかっていうのは全部教会が仕切ってるから、だから結局こういうものは庶民が作ることができず、全て教会とかこの辺の地域を管轄している権力者の独占権になるらしい。なるほど。中村さん、奥のさっきのバラ、こっちから見るとすごいですよ。あれだね。もうぐにゃんぐにゃんじゃないですか。ねえ、すごいね。よく立ってるね。ねえ、壊れない。もうこれ、やっぱ世界遺産になりますよ。世界遺産になるんでしょうか。けどなんかこういうところにもさ、ちゃんと残ってんだね。あ、本当だ。なんだこの装飾みたいなものが松ぼっくり的なね、これよく木なのにここまで残ってるね。綺麗。それともやっぱここだけはめたんかな、新しく作って。いや、そんなことないよね。どうなんでしょう。あ、けどここにもこんなの残ってるよ。これは聖母子像だ、これ。聖母子像が、木造だけどさ、結構ほらなんか、でも顔つきはなんか中世っぽい顔つきで、中世っぽいね。けどここになんかこういう棒がついてるけど、これ全部なんか作ったような気がする。僕これスコってはめたんだろうな。この中世をイメージしたコンテンポラリーアート。だけどそれともここにもともとすごい古いのがあって、それをモデルにして新しく作り直しておいてんのかも。で古いやつはその美術館とか、そういうところに載せてるとか。だから、この辺は20の水車があったって言ったんだけども、その水車は全部ここの住んでる職人たちが所有していたものではなくて、この界隈を権力を握っていた、このアミヤの場合はもう向こうに見える、見える、ここから遠すぎる、見えますよ。大聖堂なんだけど、でかいから。そう大聖堂なんだけど、やっぱそういうところの権力者のものになってるね。でこの右手、これエコール・サン・ジョセフって言って、サン・ジョセフの学校になってるんですよね。マテルネル・プリメールって書いてあるから、小学校、幼稚園小学校だね。幼稚園小学校でマテルネル・エ・プリメールって書いてあって、フランスってさ、よく幼稚園と小学校って一緒になってんだよね。
うんうんうん同じ校舎だったりする。だからここもそうなんでしょうん。なるほど。う。でサンジョセフって一体誰かっていうと、知ってます？サンジョセフって誰か。あれ、どっかで聞いたことがあるような。ヨセフ。ヨセフ。はい、ヨセフは誰かのお父さんだったような気がしたんですイエスのお父さんなんですよ。あーそっかはい、まあイエスのお父さん神様なんで、うん、まあ育てのお父さん、育てのお父さん、はい、育ての親ですね、ヨセフはね。そうか。でヨセフの職業はご存知ですか？あれ、これもどっかでこれ聞いた皆さん知ってることがある、かな？イエスのお父さん、まあ育ての親ヨセフの職業は何でしょうか？なんか職人系だったようなはい、気がしますよ。ジョルジュ・ドゥラトゥールの絵画にね、そんな仕事をしているところのヨセフが描かれておりますけど、彼は大工だったんですね。大工さん、はい、大工さんでした。マソン、マソンって言うんだっけ？うん、マソン。で、ここの界隈は職人たちの界隈なので、ヨセフも職人、そしてここの住んでいる住人たちも職人ということで、ヨセフを守護聖人なんかにしてヨセフ教会ができたんじゃないかな。だからそのヨセフ教会の、なんていうの、その現代になるとその教会が学校とかになったんではないかななんていうふうに想像します。ちゃんと調べてないけどね結構職人たちが集まるような界隈のところにはヨセフ教会なんていうのがあったりします。はい。いや、大学の校舎かっこいいですね、これ。あ、左手ね、これずっと大学の校舎が続いております。これアミアンにある大学なんですが、アミアンがかつて属していた地域の名前がついてますね。ピカルディ大学と言います。ピカルディ大学で、その副題がついておりまして、副題はピカルディ大学ジュール・ベルヌって言うんですね。ジュール・ベルヌ。ジュール・ベルヌ。アミアンといえばジュール・ベルヌ。アミアンといえばジュール・ベルヌですよ。はい、なんかここ、なんか世紀末っぽい感じでかっ世紀末っぽい感じこいいですね。なんか奥に塔が見えますけども、あの塔のところがそのアミアンの駅になってるんですよね。うん、だからパリなんかから電車で来るときはあの塔がある、絵の前に着きます。アミアン駅。もう塔と大聖堂の場所が分かればどこ行っても道迷わないですね。そうなんだよね。でちなみに大聖堂のさ、その右の先頭って言ってすぐ一番高い塔と、うん、遠くに駅のところに見えるオーギュスト・ペレっていう人が作ったペレの塔って言われてるんだけど、どっちが高いか知ってます？オーギュスト・ペレわざと答えたでしょオーギュスト・ペレの方が確かね、2メーター低いんだって。あであえてうん大聖堂の先頭一番高い塔を越えないようにしたらしい。あリスペクト。社会分かってる。社会分かってる。社会の社会分かってる。分かってらっしゃるね。おめえ分かってんだろうなって、うんちゃんと上を立てるっていうね。でこの左にね、ユニバーシティ・ドゥ・ピカロディ・ジュール・ベルヌと出てきましたよ、マークが。はい、この青いやつですね。青いやつ、はいでその下ポール・シオンティフィック・サンルーって書いてあります。この地域がサンルーと言いますけども、ここはね、ポール・シオンティフィックということで理学部、理系のキャンパスになっています。なるほど。それ以外にはね、法学部とかね、いろんな学部がアミアン地域にあって、ここはだから理系の校舎になってるわけだよね。やっぱり大学都市だね。ここは大学都市ですよ。で今全然ねガラガラなんだけど、やっぱそれは夏休みっていうのもあるんでしょう。あれジュール・ベルヌのさ、後ろ何になってんだろうね。ジュール・ベルヌのマークの後ろなんかクモの巣みたいになってるじゃん。なんかモザイクかな。いや地図っぽいけど、ペンキが割れたとかそういうそんな感じ。そういう感じなんじゃないかな。ちょっとこれはいろんな人に聞いてみましょう。でちなみにさ、この校舎何年なんだろうな。確かなんか
2000年計画とかっていうので、うん大学の再編成とか確かアミアンを行ってたはずなんだけど、ちょっとうろ覚えですが、けどだからまあ建物としては新しいうんけども、やっぱりこのサンルー界隈で貴重となっている素材レンガを使って校舎を基本的に作ったみたいですね。すごい馴染んでうんいい感じに、だからやっぱこういう地域にさ、歴史的な地域にうんいきなり現代建築みたいなのがボンとあっても、まあそれはそれでかっこいいかもしれないんだけど、やっぱこういう素材を合わせることによってやっぱ馴染んでますよね。あそこにもはい、ストリーありましトアートが、た。これちょっと日本風の浮世絵風なんじゃないですか。ねえ、だから北斎北斎、ねえ、北斎っぽい感じだよね。北斎っぽい感じの、これはノーチラス号じゃないですか。出ましたね。そしてクラーケン、ジュール・ベルヌジュール・ベルヌ、またはい出ました。海底2万里、海底2万里海底2万里のワンシーンを北斎風に。出ましたね。タコといえば北斎ですからね。あ、北斎もタコ描いてんのか。まああんまりググらない方がいいかもしれない。あ、なるほどね。なるほどなるほど。で今度これ、これもバラじゃないですか。ストリートアートみたいですね。これ言われないと結構気づかないかもしれないけど、ねバラなのか、なんか目みたいでもあるよね。そうだね。でもバラのグラフィック的な。でこれはさっき見たんだけどさ、実は説明を、うん、この色と合わせてんだって。なるほど。うん、この色が、本で当だ。この黄色はうん。あそこと合わせてんのよ。あ、そうだ。わかる？わかるわかる。この黄色ね。言われなきゃ気づかないそうなんだよね。細かいポイントでした、ね。細かい点ですね。うん。でさらにまた別のものが見えてきましたよ。お、なんだろうこれ。なんかビルディングのような。あ、これ一個一個あれがあんだね。フラッシュコードっていうの？あ、そこで見れるようになってんだ。なるほど。あ、で名前も書いてんじゃん。だからこれはアトラスさんっていう人がうん。作ったものなんだけど、なんか迷路っぽい感じ。ね。なんだろう。でも文字っぽくもあるかもしれない。あ、なんか右上が G とかさ。はい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 。それ以外ちょっとわからないんだけど。なんだっけな。なんかさっき読んだような気がするんだよな。ちょっと安直を。うん。答え見てみましょうか。はい。アトラスさん。はい。彼はね、書道カリグラフィーに非常に興味を持っている人で、カリグラフィーっていうのは形の芸術であるとともにそれは文字の芸術であるから、そういうものに非常に興味を持って、あ、やっぱ文字なんだ。そう文字の形に注目し、うん。形を文字的に解釈したりするっていうような、文字と形、そのちょうど中間のようなところで活動を、自分の芸術作品を作っている人みたいですよ。なるほど。そしてさらにここにもあります。お、なんでしょう。これは大作じゃないですか。これは大作ですよ。うん。うん、これ一体何かっていうとね、下を見てください。左の下、はい、あそこにね説明書きがあるんですが、エポペ・ドゥ・ギルガメッシュタブレット11、これギルガメッシュ女子誌ってやつじゃない女子誌、ですか。はい、11番目の板、うん。で偉大な男性が偉大な、死にたくない偉大な男性、ジョーバーとポエと書いてありますね。あ、これはちょっとギルガメッシュ女子誌を読むきっかけになりました。きっかけになりますね。は読んだことある？い。ない。だから多分この右上の
おじさんのストーリーなんじゃないですかね。あ下でなんかおじさんがちょっと寝て、その下はおじさんが泳いでる。あ、うん。死にたくないおじさんの話ですね。右端にもいるよね。あ、本当だ。右端にもなんか怯えたような感じで。ねえ、うんでさ、そういえばさ、うん、このギルガメッシュ叙事詩っていうのは何文明の文学か知ってる？神話か。シュメール、メソポタミア。メソポタミア文明なんですよね。うんでメソポタミア文明のギルガメッシュ叙事詩の中で聖書の原型が語られてるんじゃないかって言われてて、でそれ一番上なんですよ。わかるあれ？一番上のモーゼ。モーゼよの前じゃない？モーゼの前だ。ノアの箱舟だ。そう、ノアの箱舟って実は元ネタはギルガメッシュ叙事詩の中に出てくるんじゃないかって言われていて、同じような話が出てくるみたいなんですよ。なるほど。だから僕もねちゃんと読んでないんだけどさ。なるほど。あとあれだね、ほらこの王冠をさ、右の男性、ライオン持ってる右の男性、はい、なんでライオン持ってるかって分かった。あれさ、ルーブルのメソポタミア文明のとこの、どこだっけ、コルサバードだっけな、なんかそこの展示室にさライオンを持ってる男っていうのが出てくるんだよね。あれがギルガメッシュなのかも。でライオンを手なずけてるから勇者って意味なんだよね。なんか可愛いライオン。可愛いライオン、なんか、寝る時に一緒に寝るぬいぐるみみたいな感じなんだけどさ、でソフトクリームみたいなさ、寝てる人いるじゃん、その下寝てる人、はい、あれ王冠がなんかソフトクリームみたいになってるじゃない？ソフトクリームみたい？そうソフトクリームっていうかなんか、悟空のさ、はいはいはい、なんていうの、なんだっけ、ヘアバンドみたいな、あれはなんだっけ、あれに出てくるんだよね。あれね、なんだっけ、あれハムラビ法典。そうなんだ。ハムラビ法典に出てくる、ハムラビ王の前にいる多分太陽の神様かなんか被ってる王冠にすごいそっくりだね。なるほど。じゃあここら辺はまた調べて皆様にいろいろ楽しいお話を、で多分そのギルガメッシュの目の前にいるこの2人が神様なんだろうね。で腰にさあれつけてんじゃん、なんか松ぼっくりみたいなやつつけてる。松ぼっくりみたいなやつを、なんかその木につけて受粉させるっていうやつなんじゃないかな。蜂がね、隣にいるね。蜂も受粉してるね。じゃあ行きましょう。はい。急に終えるな。じゃあ行きましょう。はい。それでは皆さん、オリバー、さあ行きましょう。はい。これは教会が見えてきました。三類教会ですね。かっこいいですね。だからさ、ここもさ、橋になってるけど、なんかこういうところもまあ水車とかあったのかもしれないよね。そうかもしれない。この下ね。でこの教会のね脇道を通っていきます。はい。細いですね。でこの窓がすごいんだよね、なんかなんかすげえ無計画なんか埋めては開き埋めては開きなんかね、やっぱここ窓にしよう、やっぱやめだ、やっぱごめん、やっぱ違う、埋めて、やっぱ開けるみたいな感じでどっちなんですかみたいな。鐘が鳴ってきましたね。はい、今何時なんでしょうか。今7時？はい、7時になりました。7時でこの明るさですよ。はい、今ねちょうどフランスは最もまた段差ありますから皆さん気をつけてね、転ばないように。はい。まだ夕方でもないよね。けどこの鐘はもしかしたらアンゲルス、晩鐘かもしれませんね。もう仕事が終わりっていうね。そうだね。なんかビールでも飲みたい気分ですよ。もうちょっと頑張りましょう。一番最後のビール飲めるところまで行きますんで、頑張ります。ね、ちょうど7時ですね。鐘楼、鐘が鳴っております。ちょうど目の前の、なんかもう測ったように、ね、
予定通りですね。予定通り狙った通り。でここが三流教会三流教会、で、どっちに行くんだっけ？こっちです。こっちか。このまままっすぐ行きましょう。行きましょ鐘の音いいですね。鐘の音いいね。う。いいね、ヨーロッパにいるって感じ。ね。このでこのさアミアンとか歩ってると、うんすごい教会いっぱいあるんじゃないですか、その大聖堂もあるし今もあったし、ほんといろんなとこに教会あるなって思うんだけど、例えば13世紀とか14世紀はもっとあったんだって。あ、そうなんだ。あそこにもあった。あ、これさっきのアトラスさんの作品ちょっと似てるんじゃないですか。似てますよね。けどね違う人なんだよ。最近のトレンドなのかもしれません。でもこれもやっぱカラフル。カラフルだね。でこの人はね、イドレンヌさんっていうんだけど、なんとこの人は建築学科を出ております。あ、なるほど。その建築学校、どこにあるかというとなんとパリ・ベルヴィル。あ、パリ・ベルヴィルあったじゃん、ベルヴィルのところに、ちょっと私たちのベルヴィル空中庭園だっけ。はい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 。あそこの私たちクッと曲がったけど、あのまままっすぐ行ったら、あるんだよね、ベルヴィル建築学校っつうのが。なるほど。うちわのネタで申し訳ありませんけどもこれちょっと親近感湧いちゃう。あそこで建築学科を卒業し、グラフィック、抽象画なんかを学んでるみたいですね。なるほど。で彼女はペルーの血が入ってんだって。でペルーの血と聞いて何か思いませんか？なんかグネグネグネって一筆書きみたいな。インカ文明？ナスカの地上絵。ナスカの地上絵。あれって言っとかない。言っとかなかった。じゃあ今のはカットで。はい。今のはなんかピーって入れておきます。いやー、綺麗綺麗。こう対岸から見るこの街並みも綺麗ですね。だからさ、この目の前のだから39番、39番の家とかもさ、間口は広いじゃん、けどさ窓がポツンと一つだけってさ、すごいなんか変だよね。でも今はさ、窓の数で税金変わるわけじゃないでしょ。けどもう家作っちゃってるから難しいんじゃない？でもなんか窓開けるぐらい、しかも埋めてるところが多いから、そこを開けるのそんな難しくないんじゃないの？どうなんだろうね。開けようと思えば開けられるのかもしれないけどね。いや気持ちいいですね。気持ちいいですね。で今度さ、この右側にさしましまの建物見えんじゃん、あのしましまの建物は今度は法学部なんですって。なるほど、なんかここ東京っぽい感じがする。東京？東京東京に来ちゃった感じがする。ここの東京に来ちゃったっていうことをおっしゃってましたけど、ここに今右手これ日本食レストランで、この日本食レストランの名前わかります？藤山。東京です。まさかの東京でしたか。はい。まさかのです。はい。見てください、あそこ。名前。だからやっぱり東京が。非常に店の名前のロゴも凝ってますよ。はい。なんか
湖って書いてある。なんで東京に湖ってあったっけ？ねえ、なんだろうね。でこれは何でしょこれはですね、なんかいろんな謎なんだよね。う。なんかまず上の彫刻を見ると、うん魚を抱えた少年と鳩を抱えた少女。なんでしょうか。鳩を抱えたっていうところでなんかちょっとね、精霊を持っているイエスって感じもしますけど、うん。魚を抱えた子供でなんでしょうかね。大量な。でここが面白いんですよ。彼これジュール・ベルンさんじゃないですか。ジュール・ベルヌっぽいよね。それでこの下になんか太陽系みたいな。そうね、これで、うん。でこの下に謎の文明文字みたいな。もうなんかいろいろ。でなんかさ、これさ反転してるんじゃない？だからなんかこれインクをつけてペタって紙をやるとそのまま印刷できそうな感じもするんだよね。いやだけど文字は反転してないよ。文字反転してないうん、ほらあ、そっか。バンビルリュー、バンビルリュースーラメールって書いてある。あ、じゃああれじゃん。だからボワヤージュ・アン・アフリック。あジュール・ベルヌの作品なんじゃない？ジュール・ベルヌの作品から。これはヤギ座。どれ？これ。あ、ヤギ座ってさ、うん、この下半身魚とかになってたの知ってた？知ってた。あ、そうあ、これオスティオナージュじゃない？オスティオナージュ。違うかな。こういう島がさ、ほらいっぱいあって、確かにそれっぽいね。オスティオナージュで亀になんか木が。亀に木が乗ってるってなんかありそう。お坊ちゃまくん、ハンターハンターとかにありそうな。はい。で、ポカピックいますよ。ああ、誰だっけこれって？何の王様だっけ？ルイ12世。ルイ12世か。ポカピック。面白い。なんかこれなんだか知りたいですね。ちょっと調べておきましょうか。なんですかね。うん。こうフリーメイソンとかあるよ、この辺に。フリーメイソンのマークとか。なんだろうね。うん。なんでしょう。この謎は。この謎はそのうち解いておきますんで。楽しみにしていてください。このテロップで出る？テロップでしっかり出ます。ということで今ね、ちょうど、はい、私たちが一度通ったこの、最も華やかに見える場所に戻ってきました。橋の上ですね。先ほど、で実はこの橋の上です。あえて振り返っていなかったんですが、実はね、ここから本当にアミアンのポストカードなんていうのはきっとここから撮ってるんじゃないかっていうほどですね、ここはじゃあちょっと振り返ってみますよ。絶景になっているんですよ。さあ振り返りますよ。ゆっくり振り返るよ。さあどうなってるのか。こんな感じでどうなってるかというと、はい、こんな感じでですね、大聖堂が見えました。一望できるというポイントになっているんですね。素晴らしいね。はい。いいですね。ということで皆さんね、記念撮影なんていうのはこんなところで撮っていただくといいんじゃないかな。ということで皆さんいいですか？はい。記念撮影いきますか？記念撮影いきましょう。はい。じゃあそれではアンドゥトワオリバーパシャ。じゃあもう一度行きましょう。行きますよ。アンドゥトワオリバーパシャ。パシャ。はい。はい。ということで貯めました。ためが欲しいというね意見がありましたのでちょっと貯めてみました。ということでね、こんなアミアンにはね、この非常に美しい場所がたくさんあって、その一つがこのサンル界隈というところでね、ここは職人たちが生きた界隈で、だからちっちゃい家がねずっと立ち並んでいるところなんですが、今はレストランがあったりストリートアートで盛り上がっていたり、そして大学がある学生都市になってたりっていうような、本当にアミアンの今を非常に感じられる場所にも
なっているんですよね。というか虫草だったというね。はい、ということでね、アミアン来た時には大聖堂のすぐ北側にある、大聖堂がねすぐ目の前に見えるようなところだから、歩って本当に1分とか2分で越えれるところなので、ぜひアミアンに来たら大聖堂だけではなく、こんなサンル界隈なんかも散策していただけると嬉しく思います。ということで今回はね、本当にブラブラ歩いてただけなんですけど、案内役は私フランスガイド中村と、撮影編集はイメージクリエイターのこうでした。ということで、飲み行きましょうか。行きましょう。はい、はい、ということでね、この動画が面白いと思ったら皆さん高評価、そしてチャンネル登録お願いいたします。皆さんの感想ぜひコメントに書いてくださいね。コメントを読むのを楽しみにしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ではあちらの方へ行きましょう。ではどうぞ。